悪の境界にある人間がもうそこに何も救いはないのだろうか。いや、そうではないというのが法華経の悪人成仏へのアプローチです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第65回です。今回から大場だった本第12の説明に入っていきます。前回、見法等本第11で法等と他法如来が出現し、ここから釈尊による虚空での説法の儀式が始まるとお話をしました。その最初にあたるのがこの大場だった本第12になります。大場だった本第12ですね。この大場だった本では2つのテーマがありまして、悪人成仏と女人成仏になります。両者ともとても難しいテーマです。今回はこの悪人成仏からお話をしていきます。そもそもなんで悪人が成仏なんかできるのか。悪いことをした人が成仏できるのなら、善行ですね。良い行いをする必要だってなくなるんではないか。このようにいろいろと疑問が湧き上がってくるのではないかなと思います。まずここでは悪人ということについて考えてみたいと思います。悪人とは何か。仏教的には主には重悪、誤逆、こういった悪業を重ねるものや誹謗消防のものを指しているとされます。重悪とは10種類の悪い行いのことを言いまして、身、苦、意といって私たちの体によって起こるその罪悪のことを言うわけです。細かく一つ一つ見ていくことはしませんが、盗みをしてはいけないよとか、偽りのことや二枚舌のようなことは言ってはいけませんよとか、私たちが想像する世間的な悪いことというそういうものにも通じているのかなと思います。誤逆というのは、これはいくつか種類、教説がありますが、その中で代表的なものには、父を殺すこと、母を殺すこと、アラカンを殺すこと、仏神仏様の体から血を流させるようなことをすること、そして破和合僧といって和合僧を破るの5つの罪になります。特にこの破和合僧と呼ばれる修行する集団を乱すような行為は、特にこの誤逆の中でも悪い行いだと考えられています。それから誹謗消防というのは、仏様の正しい教えをそしること、誹謗することですね。またそういったことをする人という意味にもなります。いわゆる方々というものと同じ意味になるんですね。このあたりは仏教らしいところで、世間的に言われるような罪よりも、教えを乱す者や教えそのものを誹謗する人を悪い悪とするわけです。後で述べようと思いますけども、悪人にとってこの正しい教えが自らを救う最後の救済になってくれるわけですね。その最後の救済になってくれる教えを乱してしまえば、誰も救われなくなってしまう。だから教えを乱したり誹謗する者を厳しく叱責するわけです。では、世間的な悪人とはどういったものでしょうか。実はこの悪の定義というのは時代によってコロコロ変わっていくんですね。前の時代では良かったことが今の時代では悪いことと捉えられるようになる。差別の問題などもそうですね。で、これ逆もあります。前の時代では悪いと言われていたことが今の時代では良いとされることもあったりするわけですね。そして環境、立場、その時の状況によっては誰しもが悪人になってしまうということがこの世の中にはあるのではないかなと思うわけです。時折ニュースなどを見ていて非常に辛い事件などがあったりします。そういった事件の加害者に対してどうしても人事とは思えない感情を抱くことがあります。もちろんやっていることは悪いわけですけども、自分も同じような環境で育ち、
同じような状況に置かれて、果たして善人でいられるであろうか。果たして善人でいられるであろうか。そういうことを思うんですね。私は善人だと言い切れる人はいいと思います。でも、自分自身は自分を善人だとはなかなか言い切れないですね。無論、犯罪をするというわけではありませんが、でも自分は自分自身を善人だと言い切る、そういったことはなかなかできません。例えば、多くの命をいただくことによって自分は自分を流らえさせています。生きるためには当たり前のことではあるのですが、とはいえ、命に支えられて生きているわけです。その申し訳なさをいつも感じてしまいます。そして、先ほども申しましたが、状況、環境によっては、自分だってわからないっていう思いもあるんです。さらに仏教的に言えば、せっかく仏様が教えを示してくださっているのになかなか行になっていない。そういう意味で自分を考えていく、自分を捉えていくと、なんだか自分っていうのは悪人だなというようなことを思ってしまうんですね。では、そういう人間は救われないのかとなると、これでは平等の教えとは言えないわけです。だからこそ、このあえて難しい問題に対して、法華経では成仏の光を示していくということになるんですね。以前、落語家の立川談志さんが、落語は業の肯定だというようなことをおっしゃっている、そういったことを聞きました。なるほどなと思いました。ダメだと思ってもやってしまう。いいことだと思ってもできない。どうにもいろいろと背負ってしまった人生を生きていかなきゃならない。そういう業を否定しないところが落語なんだろうかなということを思っています。法華経はさらにもう一歩進んで、では悪人はどうなのだろうか。悪人もその業の肯定と一緒に内包していくような、そういったものがこの法華経の中にはあるのではないかなというふうに思います。悪の境界にある人間がもうそこに何も救いはないのだろうか。いや、そうではないというのが法華経の悪人成仏へのアプローチです。ただ、一つ注意点がありますが、ここで言われる悪人成仏というのは、悪いことをしたことから逃れられるというわけではありません。悪いことをしたなら、それに対しての社会的な制裁は確かに受けなければいけないわけです。法華経がその罪を消してくれるという意味ではないんですね。ちょっと陳腐な言い方になってしまいますが、この法華経の悪人成仏は魂の救済といいますか、その人間の命、そのあり方自体を救っていくということになります。ここは絶対に間違えないようにしていただければと思います。では、大バラッタ本ではどのように悪人成仏が説かれていくのでしょうか。まずは、大バラッタ本の悪人成仏の主人公となるのが、その名の通り、大バラッタです。仏教にお詳しい方は、漏れなくご存知だと思いますが、仏教の中で悪人を象徴するような人物です。大バラッタはサンスクリット語のデーバダッタの恩赦になります。以前、釈尊の十大弟子である阿難のところでもお話をしましたが、釈尊のお父さん、上煩悩の弟の国煩悩の子供が阿難と大バダッタになると言われていて、釈尊のいとこであると言われています。大バダッタは幼い頃から優秀で、釈尊と競い合って育っていったようです。釈尊が菩提樹の下で浄土をした後は、釈尊のお弟子さんとなって活躍をしていきますが、そのうちに自分が釈尊の教団を指導したいと思うようになり、結果的にこれが教団の分裂を生んでしまいます。それが先ほども述べました派和合僧になります。さらにアジャセ王という王様をそそのかして、アジャセ王の父であるビンバシャラ王を殺させたり、そういったことをしたりするのですが、そのアジャセ王も釈尊に帰依するようになりまして、今度は大バダッタは釈尊自身を殺そうと、そういうことをしていこうとするんです。しかし、いずれも失敗に終わりまして、
この大バダッタは生きたまま無間の地獄に落ちたとされる、そういう人物ですね。その他、大バダッタに関してはいろいろな研究がなされていまして、一説には大バダッタが組織した教団はかなり後世、後の世までも存続したと言われています。この大バダッタはなぜこのように釈尊を執拗に付け狙ったのでしょうか。大バダッタというのは決して愚かな人間でもありませんし、むしろ多くの人を動かすだけの力もあった人物です。結局大バダッタっていうのは嫉妬深かったのだと思います。自分自身の価値に気づかず、他人のことを羨む気持ちが強かったんだと思うんですね。ないものねだりをしてしまったのかもしれません。大バダッタのやったことは決して許されることではありません。でもどこか大バダッタのことを人事とは思えない自分もいます。自らのいとこは王族ながら、その身分を捨てて超越した存在となっていく。兄弟であるアナンも修行者として大成していく。自分もそれを追いかけていくけども、釈尊やアナンのようにはなれない。いつからか釈尊やアナン、家族、友人たちへの思いが曲がったものになっていく。大バダッタの苦しみは多くの人の心の中にもあるものではないかなと感じます。ではその大バダッタを釈尊はどのように成仏への道へと促していくのでしょうか。大バダッタ本の内容に入っていきます。釈尊はご自身の過去世を語り始めます。釈尊は過去無量光において国王の身でありながら仏道を求めていた。仏になりたいと思っていた。決して怠ける心はなく、常に精進を続けていた。そして誰かよく私のために大乗の教えを説いてくれる者はいないか。もしいれば私は必ず一生涯多くのものを供養し走り仕えようと法を教えを求められました。その時一人の仙人がいて王のもとに来て次のように申し上げました。私は妙法蓮華経という名の大乗の教えを心得ています。もしも間違いなく私に仕えるならば、まさにその教えを説いて差し上げましょう。と、この仙人は王に申し上げたんですね。この仙人の名前を足仙人と言います。国王は大喜びですぐさま足仙人に付き従います。その付き従い方が実に真摯で従順なんですね。必要なものを供養して仕え、果実を取り、水を汲み、焚き木を拾い、食事を用意し、さらに身を仙人が座る座となして仕えたが、それでも身も心も飽きてしまうことはなかった。このように誠心誠意国王は足仙人に仕えるわけです。この様子をですね、法華経を我がよしことはたきぎこり、夏み水汲み使えてぞかしという歌にまでなっています。そして国王は1000年の間、足仙人に仕え、そのおかげで法華経を聴聞することができ、成仏することができたと。足仙人の導きによって国王は、過去世の釈尊は成仏できたと仰せなんですね。そして釈尊はここから衝撃的なことを聴衆に告げます。仏は多くのビクたちに次のように告げられました。その時の王とはすなわち釈尊である。そしてその時の仙人、足仙人とは今の大バダッタであると釈尊はおっしゃるんですね。ここまで大バダッタの名前は一度も出てきませんでした。突然大バダッタの名前がここに出てきて、なんと釈尊の過去世の国王を導いた足仙人が今の大バダッタだというのです。あれほど釈尊を苦しめてきた大バダッタが過去世において釈尊の師であったというんですね。驚きです。さらに釈尊は次のように仰せになります。東照学を乗じて広く主情を脅すこと、皆大バダッタが全知識なるによるがゆえなり。私がこの上なき悟りを得て
多くの生きる者たちを供給することができるのも、皆台場だったという良き友人がいたおかげである。こう仰せなんですね。この説法を台場だったはどのような気持ちで聴聞していたでしょうか。きっと涙なくして聞いてはいられなかったと思います。台場だったは釈尊を実際に苦しめてきました。その台場だったを釈尊は実に良い友人だと、全知識であると言ってくださってるんですね。もしかしたら台場だったはその言葉をずっと待ち続けていたのかもしれません。それから現在では師が釈尊であり、台場だったは弟子です。過去世においては師が台場だったね、弟子が釈尊ですね。ここに立場の転換があります。釈尊は自分が師であることにこだわっているわけではないんですね。台場だったは自分が師であることにこだわってしまいました。人にはその時その時の立場というものがあります。それを無理に変えずとも互いを尊重すればそれは良いではないかということが示されていると思います。そしてさらに仏と悪人という立場の転換も見えると思います。台場よ、自分があなたの立場なら私も悪の道に落ちていたかもしれない。釈尊は自分が悪人の立場になることも示してくれているように思います。これは法華経の教えを展開していった実戒語具という教えにもつながります。悪人の中の仏、仏の中の悪人。一見そのようなことは信じることができないのですが、そこまで踏み込んで釈尊は悪人成仏への道を示してくださったわけです。台場だったが行った罪は許されることではありません。しかし過去世を通して、そして釈尊との関係性の中で、台場だったは自分の中にも仏を見ることができました。その台場だったに、台場だったはこれから無量光という長い年月を経た後に必ず仏となり、その名を天皇如来と名乗るだろうと言って、台場だったは天皇如来になることが約束されます。今までの二乗差仏のように台場だったの両下などは説かれていませんが、台場だったが釈尊の説法を理解したことは間違いなかったのです。以上が台場だった本の前半、悪人成仏の説法でした。台場だったの成仏、そして次回お話しする女人成仏があってこそ真の平等が成し遂げられる、そういったことを痛感させられる内容であったと思います。では次回は女人成仏の説法をお話ししていきます。本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。